おはようございます。21日目になりました。今ここにあるのがグランドセントラル駅ですね。今日はこれからどこへ行くかと言いますと、9/11メモリアルミュージアム、911の記念博物館がありますので、そこに行きたいと思ってます。911は僕は2003年に留学しに来たので、まだ2001年に攻撃されて瓦礫のままだったんですけど、今すごい綺麗になってるみたいなので、メトロから行きたいと思います。すごいっすね。こんなとこでスカッシュやってるんですよ。すごいな。でこれがグランドセントラル駅、いわゆるグラセンですね。いやー、綺麗だし立派だしでかいな。いやー、素晴らしいですね。で僕はメトロなんでこっち行きます。いやー、メトロに乗るのも本当に16年ぶりなんで、ちょっと券売機とか変わってんじゃないかなと思ってドキドキしますね。タイムズスクエアから行く場合、グランドセントラルから行く場合はフルトンストリートってとこまで降りて南に降りれば、9/11のミュージアムの近くまで行けそうです。あれ、ほとんど何も変わってない。あんま変わってないですね。グラセンから行く場合はメトロのグリーンライン4番5番ですね。フルトンストリートに着きました。たった3駅、もう乗ってる時間は10分ちょっとですね。もう9/11メモリアルって駅の出口のちゃんと書いてあるので、全然迷いそうにないです。しかしこの出口はどんだけハイテクが発達しても変わらないんですね。なんか自転車の大会でもやってるんですか。大会っていう割にはみんなゆっくり走ってるので、大会じゃなくてイベントなのかな。あれが新しいワールドトレードセンターですね。すごい綺麗で高い。しかもちょっと想像してたより太いですね。すごい規模ですね。で向こうにあるのが9/11のミュージアムだと思います。ちょっとあそこに行ってみます。911のミュージアムです。破壊された旧ワールドトレードセンターの地下の一部が博物館になっています。当時の柱や遺構がですね、そのまま残されてました。結構生々しいです。アメリカのミュージアムの中では珍しく撮影が禁止されてました。死んだ方の写真とかこれから死ぬ人などが大量に展示されていますので、仕方ないんだろうなという感じです。博物館で初めてティッシュが各所に設置されていたっていうのがすごい印象的でした。いやすごい内容でした。アメリカのミュージアムに来ては珍しく、なんか館内の撮影禁止されてるエリアがすごく多くて、やっぱり人が死んでたり実際に死んだ人を展示してたりもするんで、プライバシー的にもダメなんでしょうね。これ結構報道でも出たと思いますけど、この跡地の池がこうなってます。結構でかくて
底が見えないぐらい深くて、なかなか壮大です。で、現在のワールドトレードセンターですね。後でちょっとここも登ってみたいと思います。ニューヨークのマンハッタン島の南端であるバッテリーパークに来てます。自由の女神像に行ってみたいと思っていて、ここから、クルーズが出てます。自由の女神像はマンハッタンのちょっと南の方にあるので、川を越えていかなきゃいけないっていうか、あれはもう海にやってくるのかな。川だと思うんですけど、船でしか行けません。ということなんで、これからクルーズに乗って行ってみたいと思います。いやー、めちゃくちゃ天気が良くてですね、今日曜日だからか、いろんな人が日向ぼっこしに来てますね。はい。美味しそうなクレープ屋さんとかもあるし、ニューヨークの休日って感じで、めちゃくちゃ皆さんリラックスしてますね。やっぱり家族連れとか、友達連れが多いですね。じゃあクルーズに乗ってみたいと思います。では向こうに、自由の女神像が見えます。あっち側はニュージャージーのニューヨークですかね。結構高層ビルが建ってますね。外は全然そうでもないんですけど、やっぱり密集したところに行く、ミュージカルもそうですけど、今回のクルーズに関してもやっぱりこのマスクは必要だそうです。まだやっぱそこら辺は気を使ってる感じですね。いやー、すごい天気がいいし、日曜だからなんでしょうけど、すごい人がいっぱいです。日をずらした方が良かったかなと思うぐらいですね。あれに乗っていくのかな。結構小さい船ですね。こんなに乗るのかな。向こうの自由の女神像まで行きたいと思います。Coba mais amen. リバティアイランドに着きました。こうやって見ると結構そこそこ大きさありますね。マンハッタンから見てるとすごい小さく見えるんですよ。目の前に来てみると結構大きく見えます。やっぱり結構世界中から観光客の方来てるみたいで、いろんな言語聞きますね。フランス語とか中国語とかスペイン語とか。あっち側にマンハッタンが見えますね。
以前はあそこの王冠まで登れたそうですけど、今コロナの関係で、閉鎖して登れないそうです。大変残念です。で、思い出したんですけど、考えてみれば自分も留学してる時になんで来なかったかっていうと、911のテロがあったすぐだったから、テロを恐れて閉めてたんですよね。だから来なかったっていうのを思い出しました。日本語のオーディオツアーがあるから、それをもらっていきたいと思います。10の女神の台座まで来ました。この台座、高いな。この台座より上は結構有名だと思うんですけど、いろんな映画とかメディアに登場するその螺旋状のですね、何百段もの階段があって、それで王冠まで本当はたどり着けるんですけど、やっぱり閉まってますね。行っちゃいけませんということで大変残念ですが、コロナが収まれば行けるんでしょう。先ほど乗ってきたクルーザースパありますね。30分に1本来てるらしいんで、めちゃくちゃ頻繁ですね。確かにそれぐらい人がいっぱいいるなという感じです。非常に気持ちがいいですね。いやー、頂上まで登りたかったですけどね、残念だな。あっちはブルックリンですかね。なんかでかい客船が止まってますね。結構今日はヘリコプターがよく飛んでます。向こうの方にもでかい客船がありますね。僕の思い過ごしかもしれないですけど、やっぱり日曜で晴れてる気持ちのいい日だからか、なんか結構周りの人も時の流れがゆっくりに動いてそうな感じを受けます。Oh yeah, well they do like little restorations. 本当はここから上がれるはずなんですけど、閉まってますね。残念です。というわけで降りたいと思います。地下1階っていうか地下の方がミュージアムになってたんで、そこをちょっとブラッと回って、自由の女神像を出たいと思います。なんか一応エレベーターあったんで、多分健康状態が良くない人とか障害がある人は多分エレベーター使っていいのかもしれないですけど、なんか基本は使わないでって感じになってて、使う場合は係の人にお願いしてくださいってなってました。だから多くの人がこうやって階段を登ってこなきゃいけないし、降りなきゃいけない、そんな感じですね。ついでなんでエリス島にも降りてきました。ここは昔なんか移民局が置かれてた場所だそうで、今はそれ関係のミュージアムがあるぐらいになってるそうです。確かに古い
昔ながらのヨーロッパ調の建物がありますね。昔は多分自由の女神見て、でここの移民局でいろいろ手続きして、それからマンハッタンとか本島の方に向かったってことなんでしょう。ちょっとミュージアムとか見てみたいと思います。エリス島の移民博物館です。1892年から1954年までの間、ここに移民局が置かれていました。現代ではおよそ半数以上のアメリカ人がエリス島の移民局を通ってアメリカに入国した祖先を持っているみたいです。なんか約 2% の人はですね、ここまで来ても病気があるとか、なんか法的な理由で送り返されちゃったみたいな、嘆きの島っていう、なんか別のネーミングもあったみたいです。でですね、よく見ると日本人の面影もなんかちらほらとあります。なんか現代の日系3世とか4世にあたる人たちの祖先なんだろうなとか思うと、ちょっと考えに浸れるなんか歴史的な場所で面白かったです。レストから戻ってきまして、今、チャイナタウンを歩いてます。チャイナタウンまでバスでバッテリーパックから15分か20分ぐらいですかね。地下鉄でもいいんですけど、バスの方がここはちょっと来やすいかもしれないです。バッテリーパックからで、今まだですね5時なんですけど、すごい中途半端なんですけど、お腹が空いてしまったので、もう、食事にしようと思って来ております。マンハッタンブリッジですね。その近くちょっと中国っぽい建物やお店が非常にあります。中華料理のお店はチャイナタウン中に入れば入るほどいっぱいあるんですけど、ちょっと僕が今行こうとしているところはこの真ん中からちょっと離れたところです。すごい有名な、お店で上手上海っていうところで、正直もう日本でも東京や大阪に店舗があって、美味しくて有名なところです。カニ入りの小籠包がすごい有名なんですけど、すでに並んでますね。まだ5時前なんですけどね。すごいね。今4時47分ですよ。すごい並んでる。日本だとちょっと高めですけど、こっちだと結構安い金額設定でやってるところなんです。待って入りたいと思います。ワンワールドオブザベイトリーっていうところに来てます。新しいワールドトレードセンターの展望台に登れるやつです。エンパイアステートビルに比べるとすごい空いてます。場所が場所で多分ローアーマンハッタンの街の中心じゃないからだと思いますけれども、高さ的には多分こっちの方が高いんじゃないかなと思いますけどね、新しいから。でもやっぱりみんなシンボルに登りたいんですかね。
Welcome to One World Observatory. 102階までは46秒だそうです。早いですね。端の方にさっき言った自由な女神像が見えます。もう高いですね。高いけど高層ビルの中にいる感じがすごい強くて、怖さは全然ないですね。そういう意味だとエンパイアステートビルの方が怖かったですね。102階まで上がって1回降りて101階に来ました。窓ガラスが大きいからすごい綺麗に見えますね。こっちニューアーク、ニュージャージーの方です。さっき言ったリバティアイランドとエリスアイランド向こうに見えますね。じゃあそこがバッテリーパークですね、下のところに。あれはブルックリン橋とマンハッタン橋ですかね。あっちはブルックリンだと。あと30分か1時間ぐらいしたら夜景に変わってもっと綺麗なのかもしれないですね。あそこの911の滝が今目の前真下に見えてますね。إلى منحتى خلفやっぱ新しい施設だからビルが太くて安心感がありますね、多少。これは夜になったら綺麗でしょうね。ローアーマンハッタンからマンハッタン中心地を今見てます。エンパイアステートビルとか、クライスラービルも見えますね。でメットライフの、今宿泊している北のホテルのすぐそばのグランドセントラル駅も見えます。
すごいな。あるかかなと地平線まで見えますね。もう一周してきた感じですね。いやー、地平線の向こう側もペンシルバニア州だったりするんですかね。こっちがファイナンシャルディストリクトの有名なウォール街の方ですね。確かにお金のかかってそうな塔がタワーがありますね。もう一回マンハッタンの中心部になります。お疲れ様でした。21日目はこれで終わりにしたいと思います。明日は朝からお世話になってた人と会ったりとかしつつ、ニューヨークの最後の一日を楽しんで、明後日にはもうナイアガラに向かって出発したいと思います。それじゃあ、ありがとうございました。